こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、お金の授業っていうことで、資産をですね、どうやって運用して増やしたらいいか、またですね、リスク、リターン、どんなものがあるかっていうのをですね、わかりやすく初心者にですね、ゼロから解説していきますので、最後までぜひ見てみてください。で、今までなんですけれども、お金の授業でですね、まず支出を減らして収入を増やしてですね、資産を蓄えようと。で、収支を確認してですね。で、資産が増えてきたら、じゃあ運用しよう。じゃあ何運用したらいいのっていうのをですね、今日分かりやすく解説していきたいと思います。で、ですね、いろんなものがあって、金利だとかですね、複利で積み立てる。それがですね、投資っていう資産運用ものすごい強いですってことまで前回ですね、解説してきました。じゃあね、何から買うのがいいのか結構難しいと思うんですよね。それについて今日ちょっと長めなんですけども、ものすごい頑張ってですね、分かりやすく作ってます。で、特にですね、現金とか債券、株、投資信託とかですね、聞いたことあるような、そういうことはですね、どうやってその資産を増やしていくのか、なんでそれでお金になるのかっていうのをですね、仕組みから分かりやすく解説していってます。で、運用先の特徴とかですね、人気の運用先とか、そういったことですね、分かりやすく、投資家なので自分自身の投資家の経験をもとにですね、分かりやすく解説していきたいと思います。まずですね、投資したいと思った時にですね、どこの国に投資するか、それをね、まず一つ決めておいた方がいいかなと思います。いろんなね、日本だったらアメリカとかいろんな国ありますよね。で、やっぱりですね、国によってその経済がですね、大きく変わってくるんですよね、成長度合いっていうのは。だから自分自身がどっかに投資しようって思った時に、どうしてもやっぱ日本に住んでる日本ばっかってイメージになるんですけども、他の国に目を向けてみてね、他の国の方がいいんじゃないか。そういう感じですね、日本以外にも見た方がいいっていうふうに考えてます。で、どうしてもやっぱ日本人はですね、日本に多く資産偏りがちなので、いろんな国見てる方がいいと思います。で、じゃあ、どこの国がですね、経済成長するのか。やっぱりその経済成長してる国に投資した方がですね、買った方が資産増えやすいっていうのがあるので、今で言うとですね、日本とかですね、アメリカ、今好調ですよね。イギリスとか中国とかいろんな国があるので、まずですね、どこの国が伸びそうか、それでまず決めておいた方がいいと思います。結構難しいですけどね、分かれば、その国に集中して投資するとかね、ある程度国を分散させるっていうのも有効な手法の一つですね。で、まず真っ先に思うのはですね、貯金。貯金はね、やっぱ一番いいですよね。銀行に貯金すると、前回金利でありましたけども、ほぼゴミみたいな金利しかつかないので、銀行に預けてお金増やそうっていうのはないんですけども、ただ銀行にですね、ペイオフって制度があって、1000万円前だったらですね、銀行破綻しても保証されます。だからもしですね、1000万円以上ある場合は、1000万、1000万って2項に分けたりとかしてですね、そうすることで1000万円までは保証されるんですよね。でも安全だけど、増えはしないっていうのがありますと。なので投資してね、現金全部嫌だから全部ね、投資するぞ、みたいなね、資産運用するぞっていうのは多分やめた方がよくって、まず安定的にですね、生活に必要な資金だとかですね、生活のね、半年分だとか1年分とか、突発の時のね、現金は持っといた方がいいです。一方でですね、現金にもですね、実はリスクがあったりとかして、それはね、インフレに弱いっていうのがあります。インフレって聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども、お金の価値がですね、ものすごい下がってしまうことですね。例えば、明日からですね、日本人全員に1000万円配りますってなってしまったら、仮に100万円持ってたとしても、その価値ってむちゃくちゃ下がってしまいますよね。そういうイメージで、お金がですね、市場に溢れてですね、お金の価値が下がってしまうようなことになってしまうと、現金は弱いですね。むしろ今、デフレ気味なので、インフレの日本においてはですね、今、すぐには、注意しなくていいんですけども、これリスクは現金にもあるよってことだけはね、ぜひ知っておいてください。じゃあなんでこんなね、金利低いのなんで日本こんな低いのって結構疑問に思ったりしませんか？ 0.001% とかね、おかしいですよね。もう海外とか10何パーとかね、5%とかあったりするのにっていうんで、それはですね、日本の金融政策に起因してます。日本銀行がですね、お金をですね、銀行に供給してるんですよね。ちょっとハイパードマネーとかですね、マネーサプライとか、そういう、マネータリーベースとか言ったりしてるんですけども、そうやってお金をですね、銀行に、安くですね、ほぼゼロ金利政策、金融緩和してるんで、ほぼですね、無料で調達できたりするますと。それを、貸し出ししてですね、それで、金利を得てですね、銀行はお金をもらうんですけども、その時にここがね、ほとんど手数料かからず、調達できるんで、僕らが貯金したところですね、こっちからあるからそんないらんよっていうようなイメージなんですよね。で、むしろ借りてくれなくって、ここにお金がどんどん溜まっていってるような、今そういう状態になってるんで、なので金融政策、ここがですね、ほとんど政策金利とか言ったりするんですけども、それがゼロ金利でですね、ずっと、量的緩和をしているので、それでですね、こういうふうに、貯金しても全然、いらんよと、こっちから調達するよっていうことでですね、すごいざっくり言うとですね、むちゃくちゃ簡単に言うと、そういうイメージでですね、全然、預金が増えないと。で、ここのですね、お金の供給のところがどんどん減ってきたりとかすると、今度金利上がってきたりとかするんですよね。そういうターミングになればですね、またちょっと増えることも来るかもしれないですね。
じゃあ外貨預金どうなのっていうとですね、外貨預金はね、日本は今言ったみたいにゼロ金利なんですけども、海外はね、結構金利高かった。アメリカで言うと今 1.7% ぐらいなのかな、政策金利は。それはまあ、こう変動するんですけれども、なので外国に預けた方が、金利って意味からすると増えますね。ただ、まあ、リスクとしては、為替の通貨の下落のリスクがあるので、そこをね、ちゃんと織り込んでいかないといけないです。なので、その一般的にはね、金利が高い方が、下落するリスクが高いと思った方がいいですね。やっぱり利息が高い方が、リスクが高いのが一般的ですね。まあ、例えば南アフリカランドっていうんで、金利が南アフリカのお金ですね。前ちょっと紹介したんですけど、僕この辺で買って19円とかで買ってですね、まあ、下落しまくって7円とかで売っちゃったんですけども。なので、金利がね、10% とかついたとして、ランドはどんどん増えていくんですけども、価値がね、3分の1とかなっちゃうみたいな感じになっちゃうと、もうそれね、全然 10% 増えたところでもうゴミみたいになっちゃうんですよね。そういう感じでですね、金利が高い通貨、南アフリカランドとかですね、あとまあ有名なのはトルコリラとかですよね。まあピークでね、94円とかあったところが、今もう18円とかなっちゃうんで、まあ今金融政策、利息15、6% ぐらいついたりしてるんですけども、やっぱそういう不安定な通貨ってこう、下落しやすいので、インフレをしているので、なので、そういうのにね、飛びついてしまうとちょっと危険があるので、やっぱりこう外貨預金もですね、ちゃんと考えなきゃいけないですと。で、一方でアメリカとかに投資してた場合ですね、ドルを買ってた場合っていうのは、この辺で買ってたりとかしたらすごい円安になってて、金利も良かったんで、むちゃくちゃ大儲けしてる人がいっぱいいるっていうことなので、まあ一概にその外貨預金でですね、金利が高いからダメってわけではなくって、まあ将来ね、ドル円がどうなるかとか予想できるんだとしたら、まあそういうのもですね、一つの投資、資産運用の方法として、外貨、ドルとかね、ありなのかなと思います。まあここからね、円高が進んでいったらまた、ここで買ったらちょっと損しちゃうと思うんで、まあ、さらに円安行くのか円高行くのか誰もわからないのでですね、まあそれを3つですね、ちょっとどうするか、その資産運用を考える。まあそこがね、結構難しいところなんですね。どっちに行くか誰もわからないですよね。じゃあ債券。これもですね、債券で聞いたことあるかもしれないんですけれども、債券とは、まあ、資金借りるときにですね、まあ、その時に発行する権利みたいな、こう、発行します。で、国が発行したら国債って言ってですね、会社が発行すると、社債とか言ったりしますね。で、それで、まあ、お金をですね、貸すことによって、それで金利を得るっていうのが社債ですね。それも結構、まあ、比較的安全な運用先として、まあ、社債とか国債は、ランク、位置づけられています。で、まあ、国債のイメージはですね、まあ、日本がですね、まあ、赤字国債とか言われてますけれども、まあ、国民の借金とかね、政府でね、1000兆円突破とか言ってますけれども、これ正しく言うと、国民が買ってるんですよ。日本が債券、国債を出して、それで、例えば、このペンギンさんが100万円とかで国債買いましたって言ってお金あってで、これ債券、国債が来ますよって言って、で、まあ、日本の場合はまあ3年、5年、10年とかが一般的で、まあこれ元によるんですけども、金利がまあ 0.05% とかでしたね、今日ちょっと見たら。とかで、まあ買い取ってもらえたりとか、まあその返還期限来たらその期限で返したりとか、途中で買い取ってもらえるパターンもあったりとか、で、さらに最近だとですね、国債を日銀が買いまくってるんで、国債がねですね、マイナス金利だったりとかしたりとかして、買うと損するみたいなね。まあ、それでも人気だったりするんですけども、まあ、そういう風なのが国債のイメージですね。だからまあ、100万円あって、まあ、毎年ですね、0.05% もらえると。で、まあ、3年だったら3年後に100万円返ってくる。まあ、そういうイメージですね。で、国が潰れない限りは大丈夫ですっていうんで、比較的安全だと思われていると。まあ、これね、アメリカだったら米国債とか、まあ、中国の国債とか、いろんな国がね、国債発行したりします。で、社債の場合は、まあ、同じように会社が、まあ、債券発行してですね、で、それでお金を出すと。まあ、この前もちょっと紹介しましたけども、ソフトバンクですね、2019年9月に、まあ、社債でですね、7年間で年利 1.38%。まあ、そこそこ高いですよね。っていうんで、まあ、毎年 1.73% 来て、まあ、100万円もし買ったとしたら、毎年13,800円ですね。に、まあ、税金引かれてくるんですよね。で、7年経ったら、その買った100万円が戻ってくる。まあ、そういうイメージですね。で、社債国債のリスクはですね、これまあもちろんなんですけども、破綻したらお金返ってこないっていうのがあって、まあ基本担保って取らない場合があるので、まあもう潰れたら終わりだよっていうんで、まあ、そこはね、ちょっとリスクとしてあるんですよ。だからまあソフトバンクが、まあ7年続くかどうか、まあ他の会社の支えだったら、まあそれが何年続くかっていうのをですね、計算して、それを割に合うと思ったらですね、買えばいいですね。で、これもね、また覚えておいてください。やばい会社とか国ほど利息が高いですよ。だからもう潰れかけてる会社とかもね、たまに社債発行するんですよ。まあジャンク債とか行ったりとかして。で、その利息が高くないと買ってもらえないんですよね。だから、利息が高いから、わーいって言って飛びついちゃうと破綻する可能性あったりとかします。まあ、前だとね、ギリシャ国債とかむっちゃ 20% ぐらいなかったでしたっけ？ちょっとうろ覚えなんですけど、ギリシャね、破綻しかかってましたよね。まあ、そういう風になると、そのギリシャの国債でもむっちゃ高い、利息が。そうしないと、投資家に買ってもらえないっていうのがあって、
まあそういう感じですよね。で、あと途中でお金が返ってこないっていうのはですね、デメリットですね。ちょっと一部例外あって、途中でも売買できたりするケースもあるんですけれども、例外としてはあるんですけど、基本返ってこなかったりしますね。っていうので、これが国債ですね。じゃあ資産運用しようっていう時にね、あとよく聞くのは株ですよね、株。株結構怖いなってイメージあると思うんですけれども、そもそも株って何っていうところから説明すると、株っていうのはですね、出資者がいて、その人たちがですね、お金を出し合ってですね、会社を設立すると。で、その出資をもとにですね、出資の金額をもとに株をですね、株主に発行するっていうんで、それは多分100万円ずつ6人で600万出したとして、6分の1ずつ株を分け合うみたいな、そういうイメージですよね。で、会社の経営者はですね、この株を持ってる人たちがですね、権利を持ってるっていうようなイメージですね。取締役を選んだりとか。で、その会社はですね、ビジネスをなんか行って、輸入業だとかですね、製造業、いろんなビジネスをしてですね、お金を稼ぎますと。で、稼いだら、そのお金をですね、配当金として分配したりとかしますね。その株式に、持ってる株式に応じて。っていうので、株を持ってると、配当金もらったりとかですね、株価が値上がりするっていう、その二つが、利益として出てきます。で、重要なのはですね、この出資者はですね、最初100万円出したんですけれども、責任っていうのはですね、その出資した金額が、上限になるので、もしなんかこの会社が不祥事とか起こしたとしても、この人たちは責任取らなくてもいいっていう風になってますね。株のいいところなんですけども。で、100万円出したら、最悪会社が潰れたら100万円が無駄になるって、そういう感じに覚えておいていただければ問題ないです。で、会社が利益を出したらそれでですね、配当になると。で、あと株を持ってるってことはですね、その会社を保有してるってことなので、会社を持ってる権利なんですよね。だからもしね、好きな会社、トヨタとかね、100株とか持ってたりとかすると、俺はもうトヨタの株主なんだって言ってね、ちょっとね、嬉しい気になったりとかして、好きな会社の株を株っていうのはいいかもしれないですよね。で、株式を持ってる人が社長を選んだりとかできるので、大阪家具とかではですね、親子で争って、創業者の父親がですね、争奪戦に負けて追い出されるみたいになったりするんで、やっぱ株が全てを言うと。で、会社の利益はですね、株主に還元されると。もちろん従業員にも還元されるってあるんですけども、基本はやっぱり、まず第一は株主っていう風に言われたりとかしてますね。で、もう一個ね、上場っていうのがあって、上場 IPO とかなんか聞いたことあるかもしれないんですけど、それは何ぞやっていうと、今はね、例えば僕は会社を起こしてですね、ペンギンさんたちが出資株主ですよ、みたいになった時に、これ個人売買なんですね。僕が持ってる会社の株を、一人一人にね、上げていって、6株で1株ずつ上げていって、100万円ずつ1株100万円で売るよ、みたいな、もう個人売買なんですよね。それだと、やっぱり資金調達って結構難しかったりとかするので、もっとですね、会社の規模を大きくして、いっぱいお金を調達で、さらにですね、設備投資してビジネスを大きくしたいとかって思った時に、上場するんですよね。例えば東証一部とか聞いたことありますね。ジャスダックとかね。そういうふうに東証一部上場とかすると、そうするとですね、上場するためには、すごい厳しい基準があって、会計とか決算書がものすごい上場の基準に沿ってないといけない厳しいルールがあるんですけども、そういうのを乗り越えるとですね、一般の投資家にですね、株を売ることができてですね、で、ここの東証とかで株をですね、直接理解できるっていうのができたりします。なので、そこからですね、上場して株を発行することで、資金調達をするっていうのがあるんで、それがね、上場のメリットなんですよね。だから別にですね、これ以上会社を大きくしたくないよっていうとですね、上場する意味がなかったりとかするので、それで株主がこんだけ増えるんで結構ややこしくなったりとかするのでですね、なかなか上場のデメリットもあったりするんですが、で、僕らがね、トヨタとの株とか買ったりしてるのは上場してるから、東証とかを通して買ってる。そういうイメージですね。なので僕らが普通買えるのはですね、こういう上場してる株になりますね。で、株の価格ってどうやって決まってるかってご存知ですかね？結構わかりにくいと思うんですよね。あれ株価ってなんか毎日動いてんのとかね、どうやって決まるのっていうのはあると思うんですけれども、それね、実は簡単な理由があってですね、株をですね、売りたい人と買いたい人がですね、いくらで売りたい、いくらで買いたいっていうのをですね、情報を投げ合うんですよね。例えばこの株を売りたい人はですね、少しでも高く売りたいっていうのがあるんで、例えば6773円で1700株売りたいよって人とか、6774円でっていう、どんどん高い値段でいくら株売りたいよって人の注文が並ぶんですよね。あと買いたい人は1円でも安く株買いたいんで、こういう例えば6764円で買いたいよとか買いたい人が並んでるんですよ。で、それせめぎ合ってるんですよね。でも、やっぱり、ちょっと高くても6773円でもいいから欲しいよって言って、誰かがこの価格で1700株買うと、この価格に決まるっていうのがあって、もう売りたい人と買いたい人のせめぎ合いみたいなね、パワーゲームみたいになってるんですよね。この辺の株全部買い占めていけばどんどん株価が上がっていくっていう風になります。だから一つ覚えておいてほしいのは、株価って何で決まってるかっていうと、本当ね、買いたい人ですね、売りたい人のその需要で決まってるんですよね。それがね、また面白くて深いんですよね。
で、まあ株の利益の出し方はですね、もう本当にみんなが欲しがればですね、株価上がるんですよ。買う人が多ければ。だから利益が出てるとかそんな関係ないこともないんですけれども、その利益が出てるから上がるとかですね、何があるから株価上がるっていうよりもですね、みんなが欲しがれば上がるし、みんながいらんって言えば株が下がるんですよね。で、株価で利益出すあり方は、まあ、売却して、まあ、買った額よりもですね、売った額が高ければ、まあ、売却益として出ると。これキャピタルゲインとか言ったりするんですけども、あと、まあ、会社がですね、利益出て、配当を出してくれればですね、その配当金が、入るってことで、まあ、それインカムゲインとか言ったりするんですけども、その二つがですね、利益出したりとかします。で、まあ、会社の経営が傾けば、まあ、株価はもう売られるんで、下がっていったりとかするし、まあ、最下破綻してしまったらですね、株価がゼロになってしまうってことで、まあ、買った株の現金が返ってこなくなる。まあ、それがですね、最大のリスクになるので、まあ、信用買いって言ってですね、レバレッジかけたりするとマイナスになったりとかするんですけども、そういうことしなければですね、普通に、なったりします。まあ、例えばね、こう株とかで、まあ、ちょっと資産運用というか投資になっちゃうんですけども、こういう、ワークマンとかね、最近有名ですよね。まあ、ちょうど1年前ぐらいに、ワークマンの、店舗をね、ワークマンプラスがとかって言ってた頃は、株価まあ2000円ぐらいだったんですけれども、まあ、そこからどんどんいって、まあ1万円超えました、みたいな言ってですね、まあそうやってちょっと話題になってる株がですね、今後さらに伸びるっていう風になると、まあそれ買ってみてもいいかなとか思ったりとかですね、逆に今度ね、いきなりステーキみたいなペッパーフードサービスバーッといきなりステーキで上がってもそこからね、経営が傾いてダーッと下がるみたいなパターンもあったりとかするので、結構ね、値動きが激しかったりするんですよ、株って。だからあんまりですね、初心者がまあこういう株をいきなり買うと絶対上がったり下がったりするんで、あんまりですね、初心者向けではないかなって気はするんですけども、まあ、こういう風にむちゃくちゃ上がったりとか、レバレッジ、かなり、利益が出たりするケースがあるんで、まあそういうの好きな人は結構こう買ってますね。まあでも今ここまでですね、現金とか債券とかですね、株とかいろいろやってて、もう結局ごちゃごちゃしてもう何買えばいいんかわからんわって言うとですね、もうこういう投資信託っていうのがありますと。もういろいろあって分かりませんっていうのは結構いますよね。ここまでついてこれてますかね。まあそういう株とか現金の債券とかどれを買ってもいいか分からなかったりとか、まあいちいち買うのめんどくさいとかですね、まあ自分で調べたりもできないよっていう風になると、もう本当分散もできないし、まあ分散するにしてもですね、さっきトヨタの株とかで言うと、まあ60万円ぐらいからしか買えないので、それで分散投資ってなると、すごいものすごい金額必要になっちゃうので、まあそういうのをですね、投資信託っていうのがあって、まあ投資を信託する、信じて預けるっていうんですけど、運用を代わりにしてもらうっていうのがですね、投資信託になって、まあ、そういうのが、あります。これね、結構資産運用、これが一番やってる人多いですね。まあ初心者は、まあこれからやりやすいですね。で、まあ、投資信託のイメージなんですけども、まあ、投資家がですね、お金を出して、まあ、何かある投資信託を買いますって言った時に、そのですね、ファンドのマネージャーさんがですね、まあ、いろんな投資信託、そのファンドの方針に従ってですね、まあ、日本株買ったり、外国株買ったり、外貨買ったり、債券買ったりとか、まあ、金とか石油とかですね、不動産買ったりとか、いろんなものがあるんですけども、太陽光やったりとか、まあ、それを、いろいろこう運用してくれるんですよね。で、運用して利益が出たものを、ここはですね、返すっていう、信託のですね、配当を出すっていう、感じになります。で、まあ、さらに、この、投資信託自体の値上がりしたり下がったりとかするので、それでですね、株価と同じように利益を出したりとかすることができます。なので、こういうふうにね、投資家がみんなお金を集めることでいろんなものをこう分散してくれるとなので、まあ、それがね、結構メリットかなと思います。で、まあ、投資信託ね、コスト、かかるので、まあ、2種類覚えておいてほしいんですけども、一つは、まあ、購入手数料ですね。買った時に何パーセントとかでかかったりするのがあって、まあ、安ければね、無料があったりするんですけども、高いとね、2、3%とかだったりとかするんで、そういう2、3%とかするのは買わない方がいいですね。結構ね、100万円買ったら3万円取られるみたいなんで、結構手数料高いですし、あと、信託報酬っていうのがあって、毎年これさっきのおっちゃんのですね、給料払うために、信託報酬を取ったりとか、まあ、運用するその設備だとかっていうので、まあ、投資信託報酬がかかったりします。でも基本的に銀行とか窓口とかでですね、投資信託売ったりするのは、この購入手数料とか信託報酬が高いものをですね、売って、まあそれでですね、その販売の利益をね、銀行の窓口とかで稼ぎたいっていうのがあるんで、あんまりね、こう手数料高い商品ばっかりなんで、そんなにいい商品は売ってないケースが多いですね。そこはね、ちょっと売り込みとか注意した方がいいですし、まあ、人がですね、こう売り込みに来る信託報酬、投資信託とかはですね、ろくなものがないイメージがあるんで、あんまりですね、そのまま買わない方がいいですね。前もね、手数料ビジネスっていうか、手数料を稼ぐために、証券会社のセールスマンとかいるようなものなので、何が上がるか、安い、手数料が安くていいものっていうのはあんまり販売しないですね、儲からないから。まあそういう傾向があるのでですね、そこちょっと気をつけてほしいですね。で、投資信託の種類2種類あります。一つは、インデックスって言って、指標にですね、なんか連動するような
指標で、手数料結構安い傾向にあるんで、これがね、むちゃくちゃおすすめですね。日経平均に連動とか、ダウ平均に連動とかですね、トピックスに連動とか、なんかね、この指標に、経済指標に連動してるようなやつですね。で、あともう一個アクティブって言って、さっきのヘッジファンドのマネージャーおっちゃんがですね、判断して、いろんなものをこう、売ったり買ったりいろいろやるんですけども、手数料は高いんですよ。さっきのファンドマネージャーのお金がかかったりとかするので、なので、まあ、一般的には、そのインデックスとアクティブ比較すると、平均的なインデックスの方がですね、儲かる。手数料含めると、こっちの方が絶対いいっていう風にあるので、まあ、基本的にはですね、みんなインデックスを買ってる方が多いですね。あんまりアクティブを買ってる人っていうのはそんなに多くないですね。イメージ的には。なので、まあ、インデックスを、買うのがいいかなと思います。投資信託やる場合は。あと、まあ、これね、たまにちょっと気になる人はいると思うんですけども、投資信託と ETF の違いって何ですかってあって、まあ、ほとんど違いがなくなってきてるんで、そんな覚えなくていいんですけども、投資信託がですね、上場、まあ、さっき言った東証みたいなところで理解できるようになれば、ETF、エクスチェンジトレードファンドって言われたりとかしてますね。なので、まあ、基本は一緒なんですよね。で、まあ、投資信託はですね、1日1回、そのなんか金額が、基準金額みたいなのを出して、まあ、1日1回、まあ、バンと決まって、で、まあ、その1日1回、まあ、売買されるみたいな、そういう感じなんですけれども、まあ、ETF ってリアルタイムで東証とか開いてるときはバンバン売り買いされるんで、その需要と供給で決まったりする部分も出てきたりとかしますと。で、まあ、投資信託の方が一般的にはですね、販売手数料が高い傾向にあるんですけども、でも投資信託最近安いものがいっぱい出てきたりとかしてるんで、これもね、あんまり一概に言えなくなってきたりとかするので、まああんま差はないかなと思ってもらっていいと思いますね。そんな大きな差はないですね。まあじゃあ何を買ったらいいのか。まあここまでにいっぱい紹介してきましたと。現金だとか株とかね、債券、投資信託いっぱいあって、じゃあ何から買うのがいいのかって結構まあ難しいと思うんですけれども、まあそれをちょっと紹介していきます。で、まあ何買ったらいいかっていうと、まあそれはね、結構方針次第なんですよね。まあ例えば利益をむちゃくちゃ出したいよとかってなると、まあ株かもしれないし、いやもう絶対減らしたくないよっていうと現金なのかもしれないし、まあそういうふうにですね、何を買えば儲かるかっていうのは結構聞かれるんですけども、それ誰にもわからないんですね。それ先読めれば、それ全額みんな買えば絶対儲かるんで、ある程度予想されますと、でまあ過去の歴史とかからですね、推測して、まあ今後こうなるんじゃないかとかって、まあみんなはですね、資産運用しているんですよね。で、まあ、基本的には、リスクとリターンというのは釣り合うイメージがあって、まあ、リスクが大きいものはリターンも大きいし、リスクが小さいものはリターンもちっちゃいっていう傾向にありますと。まあ、そのいろんな商品の中から、まあ、どれがですね、リスクが小さくて、まあ、比較的リターンが大きいかなっていう、その市場の歪みとか言ったりするんですけども、その歪みをですね、まあ、探したりする人が結構、投資家は多いですね。なので、まあ、絶対減らしたくないっていうんだったら現金寄りになるし、まあどうしても増やしたいっていうのと株になるし、まあでもバランスよくとかってなるといろんなものを含めた投資信託になるっていうんで、そういうふうにですね、自分自身が余剰資金どれぐらい使うか、まあそこによってですね、設計が必要になってきます。で、まあよく人気なのはですね、S&P500 っていうアメリカの株のですね、まあ500社ぐらいのですね、投資信託っていうか ETF があるんですけれども、まあ、これね、バフェットさん、投資の神様のバフェットさんとかもですね、まあ、自分が死んだらS&P500 を買いなさいってですね、まあ、遺言を残してるっていうのを言われたりとかして、まあ、年平均ですね、まあ、かなり高い基準で推移してます。まあ、もちろん下がる時もあるんですけども、で、まあ、これって、アメリカのですね、有名企業、上位、500社とかに投資してるんで、まあ、GAFA って言われね、Google、Amazon、Facebook とか Apple とかですね、まあ、Microsoft とか、そういうすごい大企業とかにむちゃくちゃ、分散されて投資されてるんで、まあ、比較的ですね、安全って言われてますと。ただまあ、ね、ずっと上がり続けて、今、史上最高値とか言ってるんで、さすがに上がりすぎだろうみたいなこと言われてるんで、この先どうなるかわからないです。一回下がるかもしれないしっていうのがあるんで、まあ、今日もニュース出てたりとかするんですけども、この S&P500 がどこまで伸びるか、まだまだ伸び続けるのか、もう一回調整入るのかっていうのはですね、誰も予想つかないです。まあ、比較的みんなもう上がりすぎだろうって言ってる人が多いんですけども、その辺がですね、結構難しいところで、でもまあ、むちゃくちゃこれ一番人気だと思いますね。これ買われてるのが。まあ、例えばですね、こういうとあるインデックスがあって、これ買おうって思ったとするじゃないですか。むちゃくちゃいいねって、むちゃくちゃ上がってるじゃんって言って買ったらどうなってたかっていうと、これね、実は日経平均とかで、ここだけ見るとむちゃくちゃいいんですよね。でもここからね、失われて20年でバブル崩壊して、この時点ではですね、こんなにみんな日本の景気がですね、後退していくって誰も予想してなかったんですよね。ここからずっと買い続けるとこう下がっていっちゃったみたいな。ようやくね、ちょっとね、回復してきましたけれども、バブル崩壊から30年ぐらいが経ってから。なので、ほんとね、こう途中まで良かったとしても、こう下がる可能性があるんで、さっきのね、この S&P
500もですね、こっからどうなるかって予想がつかないんですよね。だからなかなかね、その、インデックスだけ見てもどうなるかってわからないのがあるので、やっぱこう分散させるのがいいっていうのは、まあ個人的な考えですね。特にまあ投資これからやろうっていう人はですね、まあいきなりこうフルレバーとかけるか、ちょっとずつこうなんか積み立てていくのがいいかなと思います。まあ悩んだらですね、結構まあその株と債券と不動産とかですね、まあそういうのを分散して買うのがですね、比較的まあリスクが小さいかなっていうふうには言われてますね。例えば株が上がったとして、不動産、株が下がったとしても不動産が上がったりとかですね、まあ債券が上がったりっていうふうにしてですね、まあこうバランスを取れたりとかするんですよね。まあこれ例えば野村六資産均等ってやつは債券と株式とリートって不動産ですね、不動産をですね、まあそれぞれ海外と国内でこういうふうに、6分割してですね、まあ、安全にしようみたいな風にして、まあ、比較的ですね、安全に、変えたりとか、まあ、この EMAXIS スリムバランスってやつはですね、新興国も入れてですね、8分割してますね。株と債券と、まあ、リートですね。っていうので、まあ、そういう風に、まあ、分割していくことでですね、リスクを減らしたりっていうのがあったりします。ただ、まあ、これもですね、別におすすめっていうわけでもなくって、儲かるっていう保証もないので、まあ、その自分自身のですね、こうしたいっていうのがあれば、まあ、株と債券と不動産でですね、バランスよく、まあちょっと積み立てていきたいってなると、まあこういうのありますよっていうイメージの紹介ですね。まあ他によく聞かれるのはですね、ロボット投資アドバイザーってどうなのとかですね、聞かれたりします。まあこれもですね、人によってはですね、こんなのゴミだっていう人もいるし、まあいいよっていう人もいたりとかするんですけども、まあ手数料がですね、まあ大体1%とか、ウェルスナビとか1%ぐらいなんですよ。まあやや高めでですね、さっきの S&P500 とかだと、0.1% とか、まあそれを切るぐらいであったりとかするので、まあそれに比べるとちょっと高いかなっていうんですけども、ただまあ2、3%ぐらいまでいかないからぼったくりぐらいまでのイメージもないって感じですね。で、まあ個人的には、全く初心者でもわけもわからんっていうんだったらありなレベルで、まあとりあえずね、ウェルスナビとかで、まあ別に人生変わるレベルではないんですけども、月1万ぐらい投資積み立ててみるっていうのもですね、まあ経験としてありなのかなとかっていうのは思ったりしますね。これも例えるならですね、補助輪付きの自転車に乗るかですね、もうこのロードバイクに乗るかの違いみたいなもんなんですよね。もう例えば、いきなり自転車乗ると、まあ、こけるから、まずはね、この補助輪付きで乗りましょうみたいな感じで、まあ、これだとウェルスナビだと、まあ、さっき言った S&P500 とかですね、いろんなこう分散してですね、勝手にまあ、ある程度この、いろんな投資商品ですね、混ぜて、こう、リスクをどれぐらい取れるかとかやっていく感じなんですよね。なので、まあ、何もわからなければですね、こういうまずはですね、補助をつけてもらって、ちょっとまあ、スピードは出ないんですよ、そんなに。まあ三輪車補助につけて、まあ、かっ飛ばそうって人はいないですけども。でもまあ、そんなに大こけすることもないよっていうイメージですよね。で、親切みたいな。で、いきなりね、ロードバイクみたいなの乗ってね、こう、やるとですね、こう、足もね、こう、固定したりとかですね、ヘルメットつけてと、ね、タイヤも細いし、みたいな、こけやすいとかあったりとかするんで、まあ、こっちのプロフェッショナルから見ると、あら、補助輪なんかダメじゃん、みたいな感じで、ベリスネードはボコボコにされてますね。だからこっちの人からこっちを見るとですね、ロボットアドバイザーのカスだとか言ったりとかしますけども、でもまあ、初めてやるんだったら別に何もやらなくていいかなっていうんで、まあ、そういう投資のね、勉強っていう意味だとありかなっていう個人的なイメージですね。で、まあじゃあどこで買えばいいのっていうのはあるんですけども、まあ今日紹介したやつとかはですね、ほとんどそのネットの証券会社で買えるので、そこがですね、やっぱ一番ですね、低コストで買えますね。で、銀行の窓口とかだとやっぱ高い、人が絡むんで高いですよ。で、変なもの売りつけられたりとかするんで、僕はもう本当ネット証券でいいかなと思ってます。で、まあ、自分使ってるのはですね、SBI 証券とかが、まあ、業界最大手でナンバーワンで、まあ、いろんな商品があったりとか、まあ、手数料もね、最悪ですね、クラスで、おすすめかなっていうのと、あとまあ、楽天証券とかですね、そういうのもまあおすすめですね。僕まあ両方使ってますね。で、まあ積み立てたりとか、まあそれぞれね、楽天ポイント使ってれば楽天証券とか、で、どっちでもいいのかなと思います。で、まあ口座開設って無料なので、まあよかったらですね、まあ開設しておいてもいいかなって気がします。まあ詳細欄貼っとくんで、よかったらですね、見てみてください。まあ NISA とかね、積み立て NISA とかやると、まあ税金面で優遇されたりとかしますね。で、まあもっとね、勉強したいよっていうと、まあ株式投資の基礎って再生リスト作ったりとかしてるんで、まあ、あと積み立て NISA ですね。今日のまあ積み立てで投資信託とかなると、積み立て NISA はすごいよくやったりとかですね。あとまあこの動画のですね、お金の授業っていうシリーズとかぜひですね、より深く学びたい人はぜひ見てみてください。詳細欄貼っておきます。ってことで、まあ、資産運用なんですけども、まあ、現金とか株とか債券、国内、国外とかがですね、まあ、一般的なので、まあ、比較的ですね、分散させるのがいいかな。まあ、そういうふうに思います。なので、まあ、目的次第なんですよね。分散させればさせるほど、一気にその何倍にも増えにくいんですよ。
なので、その代わり一気に減りにくいっていうのがあるので、分散させればさせるほど、急激に増えにくいっていうのはね、そこをね、どこの辺でバランス取るかっていうのが、個人個人によって結構違ってくると思います。で、投資信託は、インデックスがおすすめなので、手数料にですね、注意しながら、インデックス投資見て、りょうさんのね、動画とかいろいろ紹介されてるんで、りょう学長のああいうのを見てもいいかなと思います。で、購入するんだったら、ウェルスナビ、ちょっと詳細欄に貼っときますけども、1%とかで、何もわからなくてやるんだったら、ウェルスナビとかもありかなっていう感じですし、いやいや、自分でちょっといろいろ買ってみたいよってなると、ネットでですね、証券会社、口座開いた方が、自由度があるし、組み立てれるんで、勉強にもなるかなっていうふうな、どっち人それぞれだと思うんで、自分に合ったやつを買うのがいいかなと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、お金の勉強とか経済ニュースとかですね、株式投資とか役立つ情報を発信していってるんで、もしよかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント高評価ありがとうございます。本当にですね、コメントとかで応援していただくおかげでやる気が出ますのでですね、もし役に立ったら、コメントとかですね、SNS とかでシェアしていただけると本当に嬉しいです。またですね、Twitter で役立つ情報を発信してるんで、よかったら、フォローお願いします。それどうもありがとうございました。ウィー。